どうも。今回は言語の話になると多分一番よく聞かれる、どうして日本語喋れるのっていう、その何がきっかけで日本語を覚えようと思ったのかっていう質問に答えたいと思います。なぜかって仕事とかで学校とかで日本語ちょっとできるっていうことが気づかれたらバレたら必ず人から知らない人からもあれなんでできるのって聞かれるんだけど、なぜかそういったシチュエーションではついなんでだろう、緊張かわかんないけど気使ってちゃんと答えてあげないことが多いかなと思います。なんか聞いてくれた人って特にもし仕事だったらね、忙しいんじゃないかなとか、なんかそんな興味あんのかなとか疑っちゃって、ついすごい短くて地味に答えちゃうわけ。例えばあれ日本語できるんだ、なんで日本語喋れるのって聞かれて、日本好きだからとか、日本行ったことありますからとか、ちょっと勉強しちゃったからかなとか、そういう短くて使えない答えをいっぱい出してきたから、今日は特別もうちょっとゆっくりとなんて喋れるかっていうこともうちょっと詳しく知りたかったなっていういたかもしれない人たちのためにゆっくりと、何が日本語に対する興味を持たせたのかっていうストーリータイムをやりたいと思います。じゃあどっから始めたらいいかな。始まりからかな。昔々あるところにおじいちゃんとおばあちゃんじゃなくてビクターっていうこの人ね、ビクターっていう少し変わってる高校生がいまして、でそういったビクターにはよく一緒にスポーツ遊んでくれるリーさんっていう友達がいて、リーさんリーさんという人がいて、でリーさんは、スポーツだけじゃなくて日本のアニメが大好きで、当時、結構流行ってた忍び系アニメナルトっていう、結構人気あったから知っていると思うけど、ナルトっていうシリーズにハマってて、いつも僕にマジでかっこいいからナルトマジで楽しいからビクターも見なきゃっていっぱい言ってきたけど、なぜかなかなか興味持てなくて、いつも言われるとあそうなんだ分かった今度見るねみたいな、気が向いたら見るからとか、ちょっと今日は忙しいかなみたいな感じで見ようとしなかったけど、いっぱいされたねその話、ナルトの凄さをって。それである日突然すごいことが、もうビクターの人生を大きく変えるような運命的なすごいことが起きたわけ。ひどい風邪をひきました。ひどい風邪をひきまして、もうコロナじゃないよ、これ昔の話だからね。普通の風邪をひいて、ハエさんしばらく学校を休むことになって、普通風邪ひいてる時はテレビゲームとかを普通に遊んだりするんだけど、今回の風邪が特にひどかったから、なんかちゃんと集中できなくてすごい退屈になって、そういった時にリーさんの話を思い出して、さすがにこのシチュエーションでは時間がないなとか、ちょっと忙しいからとか言った言い訳使えないなと思って、じゃあいいかもう見てみるかってなって、じゃあナルトって検索して出てくるわけじゃん。ナルトってちょっと見てみようかなみたいな、知っているかもしれないし知らないかもしれない。ナルトっていうアニメシリーズのエピソード数がやばいよ。なんか1時間とか数時間って見尽くすことができるような短いストーリーではないよ。結構長いストーリーだよ。そういうことを知らずに、何も知らないで適当にストーリーの途中から入っちゃって、どんなストーリーかなと思ったら、はいプレイボタンって押したらさ、いきなりブワって螺旋丸とか言われて、万華鏡車輪丸使いすぎだ視力失うぞとか変な話いっぱいされて、なんだこれって思って、第一印象としては良くなかったけど、最初あんま興味持たなかったけど、なぜかあの時朝だったのね。朝から晩までずっとそれ見てたわけ。なぜかというと、ストーリーじゃなくて他に一つ非常に気になる点があったから。それはどういうところだったかというと、もう分かったと思うんだけど、日本語っていうキャラクターたちが喋っていた言語でした。あの時多分ちゃんと日本語っていう言語を聞いたことなかったと思う。勝手になんかアジアのそこら辺の国々の、例えば中国語からそんな離れてないんじゃないかなっていう無知なイメージ持ってて、
あの時多分ちゃんと初めてちゃんと日本語っていう言葉を聞いてていいなと思った。何語これと聞いてて、なんかよくわかんないけどなんかかっこいいなと思って、もう少し聞いたらなんかよくわかんないけどなんか可愛いなとも思ったりして、で1週間ぐらいはずっと日本語聞いてたわけ。ずっと日本語、まるで日本語が音楽であったようにずっと聞いてて、ナルトだけじゃなくて、ナルトちょっと見てから、ナルトだけかなと思って違うもの見ようとしたら、もうニュース番組だったり、ラジオとかいろんなもの見てて、ますます好きになって、もう飽きないの、なぜか。聞いてても理解せずに、たまに字幕中言ってなかったら理解せずに普通に聞いてて、ああ、いいな、これマジでかっこいい言葉だなと思って。ますます好きになって1週間経つと風邪治って、こう思いました。こんな短時間でこれほど好きになれたっていうのは勉強した方がいいっていうことなんだなって。あとこういうのもあって、もっと小さい頃の自分、多分11歳ぐらいの自分ってどういったシチュエーションだったか覚えてないけど、多分テレビつけて英語聞いてて英語いいなと思った時に普通にそれ以上深く考えずに英語かっこいいから覚えようとして覚えちゃったの。今だったらこう、ほら見て。1, 2, 3 My name is Victor 喋れるようになっちゃった。11歳の自分にそういうことができるなら、高校生の自分に言葉をこうゲットすることできなくなったって、そういう自信かわかんないけど、努力かなんかわかんないけど、そういった何らかの言語力失ったって思いたくなかったっていうのもあったし、すごい好きになったっていうのもあって、もうどれだけ難しくてもいくら時間かかるとしてもこの言葉はやっぱり覚えたいなと思いました。でそこから趣味として普通にこう、独学っていう形で図書館行って本借りたりして勉強を始めました。ここまで話すと、ここまで説明すると、具体的にどういうふうにやっていたかっていうのちょっと気になる人がいるかもしれない。1人2人ぐらいいるとしたら、また違うビデオでそういう話しようかなと今思うんだけど、タイマーを見たら結構長いやつになっちゃったので、とりあえずここまでにしましょう。はい、ということでビクターはそういう風に、日本語に対する興味を持って、独学っていう、勉強をし始めました。ここまで見てくれてありがとう。また違うやつでね。